平日の午前10時、世間の人たちが仕事に出ている時間に自分は家でテレビを見ている。こんな毎日でいいのだろうか。胸の奥がざわつきます。リタイアして自由を手に入れたはずなのに、襲ってくる何とも言えない無職の罪悪感。この罪悪感は怠けているからでも退職を後悔しているからでもありません。40年近く働き続けてきた体がまだ働かない日常に慣れていないだけなんです。なぜ退職後にこの後ろめたさが生まれるのか。なぜ私たちは何もしない時間に怯えてしまうのか。今回は現役時代の習慣が作る時差ボケの正体と家族への負い目を整理して、平日の昼間を穏やかに過ごすための考え方をお話しします。私は60歳で定年を迎え、再雇用を半年で辞めてから完全に働かない生活に入りました。視聴者の皆さんからよく似たコメントをいただきます。仕事を辞めて肩の荷が下りたはずなのに、平日の昼間に家にいるとなぜか落ち着かない。無職の自分にどこか後ろめたさがあるという声です。毎月の生活費は計算できている。自分で納得してリタイアを選んだはずなのに、いざその生活が始まると落ち着かない。これは退職した人の多くが最初にぶつかる壁です。私も経験しました。我が家の場合、妻は週に3日パートに出ており、子供たちも仕事へ向かいます。朝、家族を見送ると、家の中には自分一人だけが残ります。掃除や洗濯をして散歩に出たりする。しかし、これといって用事のない日もあります。午前中からコーヒーを入れて、ぼんやりとテレビを眺める。これって会社員時代には欲しくてたまらなかった時間ですよね。それなのに時間が経つにつれて、何も生産的なことをしていないという居心地の悪さが湧いてくる。自由になりたくて仕事を辞めたのに、いざ自由を前にすると落ち着かなくなる。なかなか不思議なものです。その理由は単純です。私たちは40年近くもの間、平日の昼間は働くものだというリズムを体に叩き込んできたからです。夜間勤務、土日祝勤務の方も一定のリズムで働いてきたと思います。朝起きて勤務先へ行き、昼間は働き、休めるのは休日だけ。そんなルールで人生の大半を過ごしてきました。それだけの年月をかけて染みついた生活リズムが、退職してすぐにリセットされるはずがありません。頭ではもう出勤しなくていいと分かっていても、体は会社員仕様のまま動いています。例えれば、海外旅行に行った帰ってきた直後、時差で体が重くなるのと同じです。言ってみれば、これは自由への時差ボケです。
平日の昼間に落ち着かないのは、働くことに未練があるからでも、退職の選択を間違えたからでもありません。長年刻み込んできた生活のリズムと現在の暮らしとの間に時差が生じているだけなんです。その時差が解消されるにはある程度の時間がかかって当たり前なんです。仕事を辞めると近所の人や知人から決まって聞かれる質問があります。毎日何をして過ごしているんですか？悪気はないのでしょうが、この一言に少し身構えてしまいます。実際には家事をして買い出しに行き、通院したり散歩をしたり、それなりに何かをして過ごしています。それなのにいざ聞かれるとついこう答えてしまう。いや、特に何もしていませんよ。なぜ自分が過ごした時間を何もしていないことにしてしまうのか。それは会社員時代の評価基準を今でも自分に当てはめているから。会社員時代なら仕事でしたの一言で済みました。給料もあるし、時間も使ってるし、誰にでも分かりやすいからです。しかし、退職後の家事や散歩には、給料も他者への証拠もありません。そのため、自分が納得して過ごした時間であっても、価値がないことに感じてしまうのです。だからといって、散歩は健康管理という仕事だと無理に意味付けをする必要はありません。テレビを見ていたら夕方になってしまった日があってもいい。自分の時間を使うのに他人に説明できる立派な理由を用意する必要はないのです。何もしない自分を責めてしまうもう一つの理由は家族の存在です。朝仕事に向かう妻や子供を見送るとき、自分だけ楽をして申し訳ないという気持ちがよぎることがあります。しかし家族が働くことと自分が退職したことは分けて考えていいと思います。これまでの労働期間も健康状態も一人一人違います。何十年も働いて定年を迎え家計を計算し、家族と話し合ってリタイアを選んだのであれば、引け目を感じる必要はありません。妻が働いている間、自分も何か意味のあることをしないといけない義務はないのです。もちろん家族に全てを任せて甘えきっていいという話ではありません。共同生活者としての分担を担い、家族の予定に配慮する、そうやって生活の役割を果たしているのであれば、残りの時間をどう過ごすかは個人の自由です。自分の役割を果たした後の空白の時間まで申し訳なく思いながら過ごす必要はありません。仕事を辞めてもその自由を最初から上手に使える人はいません。時間を持て余したり何もしない自分が気になったりするのは誰もが通る道です。その不安を埋めるために無理に予定を作ってスケジュール帳を埋める必要はありません。今日は何もしなかった、それだけでもいいのです。何もしない時間を重ねるうちに体は少しずつそのリズムに慣れ、それが
当たり前の日常に変わっていきます。自由とは手に入れた瞬間から完成しているものではなく、少しずつなじませていくものなんだと思います。平日の昼間、何もしない自分に後ろめたさを感じるのは、あなたが真面目に長く働いてきた証拠です。焦って何かを始めようとしなくても、その時差は少しずつ小さくなっていきます。皆さんは退職後、平日の昼間の過ごし方に戸惑いや罪悪感を覚えたことはありますか？よかったらコメント欄で教えてください。このチャンネルではリタイア後のリアルなお金の話や日々の暮らしについて発信しています。チャンネル登録やいいね、ハイプをいただけると励みになります。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。